んにちは、新井住吉です。今日はこの S18 のサスペンションのテストのためにいつもの河川敷の公園に来ています。サスペンションもうまく機能しているようです。今ようやっとテスト走行が終わりました。今回の動画ではこのサスペンションの調整の一連の流れをまとめましたので、そちらをご覧いただきたいと思います。それではご覧ください。サスペンションの調整をする前に、まずはタイヤに空気を入れてしまいましょう。タイヤの空気圧の範囲は240から310キロパスカルになります。最初のうちは付属の空気入れを使用していましたが、あまり効率的ではなかったので、普段使用している空気入れを使うことにしました。空気圧は300キロパスカルに設定しました。タイヤに空気を入れたらサスペンションの調整を始めます。まずサスペンションの空気を抜きます。上がポジティブチャンバー、下がネガティブチャンバーになります。ポジティブチャンバー、ネガティブチャンバー両方の空気を抜いておきましょう。ポジティブチャンバー、ネガティブチャンバーの空気が抜けたら、サスペンションを露出させるために車体を下に押してあります。この時、青いノブはマイナスにしておきます。そしたらこの車体を下に押し込みます。そうするとこのようにサスペンションが露出します。サスペンションを露出させたら、このブロックをペダルとサスペンションバーの間に挟みます。ブロックを設置したらサスペンションに空気を入れていきます。ポジティブチャンバーに入れる空気の量は 200psi にしたいと思います。この時、先ほどのブロックを挟まないと、この部分に空気を入れた時に、このサスペンションがせり上がってきた時にこのポンプを挟んでしまいます。そうならないようにブロックを設置します。この時にポンプもですね、こちらの柄の太い部分ですね、柄の太い部分で入れようとすると全く入りません。ですので、柄の太い部分はロックして、柄の細い部分で空気を入れるようにしましょう。はい、今ポジティブチャンバーに 200psi 入りました。そしたら次はネガティブチャンバーに空気を入れていきたいと思います。このように回して外します。ネガティブチャンバーには 150psi 空気を入れたいと思います。入れすぎた場合はここのリリースボタンを押して少しだけ空気を抜いてやります。はい、これでネガティブチャンバーにも空気が入りました。このキャップを取り付けて
先ほどのブロックを取り外します。少し圧をかけて取り外します。はい、取り外しました。これでサスペンションに空気が入りました。ブルーのノブはプラスとマイナスに切り替えることができます。サスペンションの恩恵を得たいときはこちらの部分をマイナスにしておきます。プラスでも乗ることができます。まずプラスで乗っていますと硬いですね。マイナスに切り替えてやると大きくサスペンションが動きます。サスペンションの感度を微調整するための赤いダイヤルがあります。これは時計回りあるいは反時計回りに回すことによってサスペンションの感度を変えることができます。ノブは最大30クリックになります。リバウンドの変化を見てみましょう。まずはファスト側に最大に回します。このように素早く反動する様子が見て取れます。次にスロー側に回し切ってみましょう。サスペンションが素早く戻らず、ゆっくりと戻っていることがわかります。では、どのような設定にしたらいいのでしょうか。暫定的に9時の調整に従い、ファストからマイナス5クリック、25クリックに設定して、走行状態に応じてその都度変更していきたいと思います。サスペンションの調整が終わったら、このサスペンションの下にある輪ゴムの位置を確認してください。サスペンションの下部から輪ゴムの位置が 15mm から 20mm ぐらいの間隔があった方が安全でしょう。サスペンションに入れる空気の量や調整の仕方などは製品に付属されているサスペンションセットアップ用のリーフレットの情報を参考にしてください。いかがだったでしょうか。次回の動画では実際の走行をさらに行っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。新井住吉でした。